前回までのあらすじを語ろう。偉大なるコカ・コーラのなんちゃって再現レシピを出して動画再生数を荒稼ぎする有象無象に苛立ちを覚えた私は改めてその完全再現を目指し奮闘を始めたのであった。時には西洋の白ひげ有識者通称タンギーじいさんだかターキーじいさんだかに助けを求め、時には原材料の成分配合を求めてネットの海を漕ぎ進め、時には図書館でコカ・コーラ原理主義者から初期レシピの原点を奪取したりと様々な旅路を歩んできた。それを元に出来上がったのはやはりなんちゃってコカ・コーラであった。私も晴れて有象無象の仲間入りである。コカ・コーラではないな。落ちたものだ。年末年始フライドチキンを作るために規制を取りやめ、圧力鍋の爆発事故に怯えていた食の探求者はどこへ行ったのやら。私は自身の怠慢を猛省した。もう一度一から材料を見直し、鉄壁のパーティーメンバーで奇跡を起こすのだ。ということで早速準備に取り掛かる。まずは固まらないカラメル。作り方や分量は前回の動画を見てほしい。これは着色が目的ではなく風味を出すために使用する。こちらが完成品だ。このまま意志の強いプリンを作りたいところだが、今回は全てコーラに注ぎ込む。ちなみに完全再現ということで今回はカラメル着色液も用意している。甘くはなくやや苦い風味がある純粋な着色料だ。それにカフェイン。前回の動画では分量を間違えて薬中になる失態を犯したため、今回は慎重にいく。ちょっとここで一息ティーブレイクでもしようかしら。そんなバハマ。あ、それここバハマ。これはコーラ液を抽出するための準備だ。コーラナッツ、アフリカ原産の植物であり、多量のカフェイン、テオブロミンを含有している。言わずもがな、コーラの名前の由来となった植物だ。今回はコーラナッツを粉砕したものをドリップしてもろもろ成分を抽出する。しかしこのパウダーは思ったより粉末のサイズが大きいらしく、完全にネルが目詰まりした。哀れむ中で私は 200ml を抽出するのに1時間もこうして観察し続けたのである。意中の女性の返信ラインでもこんなに真剣に待つことはなかった。じゃあいただきます。木の汁だね。お次はジューシーなもぎたてフルーツをカットしていく。メインで使用するのはライムだが、念のためレモンも用意しておく。といっても今回は純粋なクエン酸で勝負する予定ではあるが、ライムは絞ってジュースにしておく。それでは今回共に戦う盟友たちをご紹介しよう。まずはネロリエキス。今回はエキスが含まれるオレンジフラワーウォーターを使用する。お次にバニラエッセンス。強烈な香りで今まで邪魔しかしていないが、果たして出番はあるのだろうか。一抹の不安がよぎるところ。あとはおなじみスパイス、ナツメグ、シナモン、カルダモン、クローブ、コリアンダー。前回の動画でパクチーを入れろとのコメントを多くいただいたが、コリアンダーとはパクチーの英名である。そして着色用のカラメル色素液、風味付け用のカラメル、コーラナッツウォーター、レモンジュース、ライムジュース、コカイン、カフェイン、そして魔法の葉っぱ、最後にクエン酸。最高のパーティーメンバーだ。あとはやるしかないな。まずは砂糖 50g、水 50g でシロップを作り、そこに先ほどの調味料を入れていく。少しでも分量や取り出すタイミングを間違えると風味が崩れるため、細心の注意が必要となる。またコーラには独特の苦味があるが、それはライムの皮を使って再現する。最後にカラメル色素を入れたら完成だ。しかしこれも無念な結果に。第1弾から比べると飛躍的に近づいてはいるが微妙に違う。小栗旬と粗品くらい微妙に違う。この差を少しずつ埋めるのに私は1ヶ月を費やした。帰宅してからコカ・コーラを作ることを日課としているサラリーマンというものもなかなかに珍しいだろう。しかしだ、何かが決定的にかけ離れている。コカ・コーラのガツンとくる甘みがどうしても足りないのだ。言ってしまえば毒々しくない。私はもう一度原材料を確認した。糖類、加糖ブドウ糖液糖、砂糖、加糖ブドウ糖液糖。見落としてはいたがこれは何者か。一般的に糖類はブドウ糖、加糖、砂糖と大きく分けることができる。この中でもブドウ糖と加糖は単糖類と呼ばれ、分子が一つだけであり、これ以上分解できない糖類。一方で砂糖はブドウ糖と加糖が分子結合してできた二糖類に分類される。ではそれぞれどのような特徴があるのか。
こちらのグラフをご覧いただきたい。縦軸は甘みの程度、横軸は時間の経過、温度を示している。こうして見ると、果糖は低温で舌に触れた瞬間から爆発的な甘みを発揮することがわかる。つまり、冷たい炭酸飲料にはこの果糖が不可欠なのだ。その上で、後から包み込むような甘さをもたらすブドウ糖と、中継ぎをする砂糖のバランスこそがコカ・コーラをコカ・コーラたらしめているのだ。何を言っているのかよくわからない方々は、ハンター×ハンターグリードアイランド編におけるレイザーとのデスドッジボールの戦いを見ていただけるとありがたい。ここからはブドウ糖、果糖、砂糖をそれぞれ 30g ずつ使用してシロップを作っていく。これで風味の問題は大きく改善された。調味料についてはほとんど固定であり、あとは配分の問題だけである。期待している視聴者のため、私は走り続けた。プライベートでは一切飲むことのない赤色コカ・コーラをこの時点ですでに10リットル以上飲み、いつの間にか用意した砂糖 4kg も消えてなくなっていた。これはハンマバティが来体祭期間中に摂取した量に匹敵する。相当甘いな。違うな。ライムがちょっと多すぎるかな。でもいい感じ。ちょっとなんだろうな、これナツメグが強すぎる。しかしここからさらに1ヶ月以上この地獄が続くことを当時の私はまだ知らない。ということで、今がテスト18ぐらいですかね。はい。そろそろ最後になることを祈っております。っていうのを確かテスト12ぐらいからずっと言ってますけど。はい。やっていきましょう。違うな。本格的なテストをするまでの基礎的な調合を含めればおそらく150以上のパターンを作った。カフェインで夜も眠れず私の精神は徐々に擦り切れていった。そしてその時は突然にやってきた。ということで26度目の正直でございます。今回はうまくいくでしょうか。やっていきましょう。はい。で、ここでスパイスを取り出します。死ぬほど甘い。OK。味もOK。じゃあカフェ入れていきます。7g にしましょう。これぐらいでいいでしょう。はい、ということで詰め替えてみました。どっちがどっちだか分かりますかね。今回のは作ったのがこっちで、オリジナルの製品がこっちになります。色はねだいぶ似せられたのかなと思います。はい、どっちも開けてみましょうか。
あ、ちょっと弱いね。こっちも弱いね。はい。じゃあ早速注いでいきましょう。初めてじゃないのさ。いつでも一緒なら。じゃあもう一度乾杯。うまい。言われてよく味わってもおそらくほとんど気づかないくらいのレベルに仕上がってると思います。私のコカ・コーラへの挑戦はまだまだ